皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では SDGs について動画を作ってみました。SDGs という名称やロゴは多くの方が目にしたことがあると思うのでご存知だと思いますが、これは一体何を目指してのことなのかということまでを理解している方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか。確かに小難しいことを理解するにはハードルが高いし、自分は関係ないしという心理が働いて興味すら湧かないかもしれません。ところがこれに対して無関心でいると、私たちの資産が自動的に搾取されるだけでなく、発展途上国の子どもたちの人権問題がなくならないことの持続可能なシステムになってしまいます。とんでもないことを撲滅するための第一歩は、一人でも多くの庶民が事実を知ることだと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、SDGs については突っ込みどころ満載で全てを語ることは時間の関係でできませんが、そもそもこの取り組みの概要を知ることだけで十分うさんくさいものだと感じると思います。SDGs について情報を集める中で、一般社団法人 SDGs 協会という団体が存在し、そのホームページに SDGs の基本事項が載っていますのでシェアします。そこに書かれていることとは、SDGs 持続可能な開発目標は2015年9月の国連サミットにおいて採択された持続可能な開発のための2030アジェンダに記載された国際目標です。地球上の誰一人として取り残さないことを理念とし、人類、地球及びそれらの繁栄のために設定された行動計画であり、17のゴールと169のターゲットで構成されていますというように説明があります。ここにアジェンダ2030という名称が出ていたことで気がついた人も多いのではないかと思いますが、そうです。このチャンネルでいつも話しているろくでもない輩たちによる仕掛けなのです。その時点で個人的にはアウトなのですが、その内容はうさんくささに満ちています。真に受けて取り組む人にはそれなりの目標に見えてくるかもしれませんが、物事はあらゆる方向から見て考えないといけません。少し話がそれるようで後でつながるのですが、一時期 ISO 認証というものが騒がれたことをご存知でしょうか。一般社団法人日本品質保証機構が管理する ISO とは、スイスのジュネーブに本部を置く非政府機関で、綴りはご覧の通りで ISO 国際標準化機構とはその略称です。ISO の主な活動は国際的に通用する規格を制定することであり、ISO が制定した規格を ISO 規格と言います。ISO 規格は国際的な取引をスムーズにするために、何らかの製品やサービスに関して世界中で同じ品質、同じレベルのものを提供できるようにしましょうという国際的な基準であり、制定や改定は日本を含む世界165カ国、2014年現在の3カ国の投票によって決まります。とあり、この認証を受けないと大手からの受注活動に支障が出るとか言って、企業がその認証を取ることに必死になった時期があります。私の記憶では30年ほど前にかなり話題になっていたと記憶していますが、勤めていた会社は発注先企業から頻繁に認証を取るように言われていました。しかしこれも今では見る影もないと言っていいのではないかというくらい聞かれなくなりました。その認証を取る価値とコストが見合わないので、多くの中小企業はせっかく取得した認証を返上しているそうです。その理由は簡単です。これらの認証を維持し続けるだけでも莫大なコストがかかるからです。経験上わかりますが、はっきり言って専属社員が必要になるくらい大変です。そして定期的に行われる監査では、認証を維持するための書類を山ほど作らなければなりません。その書類とは、結局は認証を取るための作文であり、担当者は全く意味を感じることなくやっていた仕事だったと思います。こうして ISO について調べてみると、その本拠地はスイスのジュネーブということで匂ってくるわけです。私の独断と偏見で言わせてもらうと、これは企業から手数料をかすめ取るビジネスモデルだと思います。関係者の方が聞いたら気分を悪くすると思いますが、過去にこの認証を受けてよかったと言っていた担当者に出会ったことがありません。そして SDGs に至っては、人権問題の解決どころかより最悪な状況を助長する取り組みになっていると思います。表向きは立派なことを言っているようですが、実質的には昔からあった奴隷社会、搾取社会システムが形を変えただけだと思います。17項目ある中でエネルギーをみんなに、そしてクリーンにという部分では再生可能エネルギーということで、EV 自動車や太陽光発電などの普及を考えていると思いますが、この取り組みについてどんな実態があるのかというと、
携帯電話やノートパソコン、デジタルカメラに欠かせないレアメタルの一つであるコバルトは15歳以下の子どもたちによる強制労働で採掘されています。コバルトといえば世界の 50% の産出量を誇るコンゴ民主共和国が有名ですが、 IT 企業の収益を支えるために労働者や子どもたちが過酷な環境で採掘を強いられています。いかに利益を上げるかということで、その採掘業者のほとんどは無認可の闇業者です。当然労働者の安全管理などは全くされておらず、文字通り使い捨て状態なのです。つまり土砂崩れや健康被害、窒息で命を落とす者が多数を占めています。とても人間の尊厳が尊重されているような労働環境ではなく、なんと15万人も不遇の環境で生活しているのです。コンゴといえばどの国のことを思い浮かべるでしょうか。そうです、隣の赤い国です。過酷な強制労働によって採掘されたコバルトはあの国の関連企業に買われ、赤い国と渓谷にあるバッテリー部品メーカーに供給され、その部品がバッテリーメーカーに卸されます。完成品としてのバッテリーは大手 IT 企業や自動車メーカーに提供されていくという流れになっています。このような問題は公然の秘密になっており、いよいよ訴訟問題にも発展しています。2019年12月15日に米国に拠点を置く人権保護団体は、コンゴ民主共和国でのコバルト採掘で児童労働を支援したとしてアメの国の大手企業5社を提訴しました。提訴されたのはテスラ、アップル、グーグル親会社のアルファベット、マイクロソフト、デルテクノロジーズの5社です。このようにクリーンで持続可能なエネルギーといっても、その実態は多くの犠牲者の上に成り立っているのであって、貧困生活が持続可能となっているという笑えない話になっているのです。これらは太陽光発電に関することでも言えることで、ウィ族の人たちによる強制労働によってサプライチェーンが組織されていることも分かっているわけです。17の項目では他に貧困をなくすというのもありますが、今回取り上げた話にも関わることであり、全く意味のないどころか、これらの目標を各国の政策に落とし込まれ、政策に必要な財源は増税という形でその国の国民に転嫁されていくのです。先ほど ISO の件で話したケースでは、その制度を導入した企業自身が当事者としてその意味のない制度を理解して離脱を始めたわけですが、遠いアフリカの国で起きている悲劇をどれだけの人が自分事として捉えられるかがポイントになるのではないでしょうか。バッテリーに使われるリチウムなどの有毒物質の再生方法は明確になっていないと聞きます。その技術的な解決は未来の人たちになすりつけて、今稼ごうという魂胆が丸見えで驚いてしまいます。海洋プラスチックごみの問題の件でも少し触れておきますが、あの件もどこまで真実味があるのか疑問だらけです。そもそも世界中の海がプラスチックで汚れているわけでもなく、ごく一部を取り上げて問題化しています。決して汚れているのは少しだから問題ないと言っているのではなく、海にゴミを平気で捨てているあの赤い国に道徳的指導を徹底的に行う方が先だと思います。あの国は南シナ海で数百隻の船団を組んで周辺各国に威圧的な行動をとっているのですが、その糞尿はあの綺麗な海にそのまま廃棄されているので、サンゴ礁などが彼らのあれで埋まっているそうです。今回触れた SDGs の目標達成に対して我が国のケイ首相は、世界をリードしていく存在になるという発言を世界舞台でしていますが、バカ丸出しです。去年ニューヨークで開催された会議に閣僚全員で参加して目標に対する進捗状況の発表などをしたようですが、100カ国の前で宣言しましたから、これから目標達成のためのおバカな政策がどんどん打ち出されることでしょう。やはり庶民が ISO 同様に、結局は SDGs などは意味がないと理解することが大事だと思います。きれいごと並べていても、結局は形を変えた奴隷制度であり搾取システムであることの認識を持つことが、不幸な人たちを救うためには必要だと思います。いかがだったでしょうか。 SDGs のことは17項目すべてにツッコミを入れたくなることばかりですが、今回はその概要だけで終わってしまいました。 SDGs で掲げられている目標について考えるときに、何を持続可能にするのだろうかと真面目に考えると頭が混乱してくる内容になっています。飢餓をなくすって言っていますが、飢餓を作り出しているのは君たちだろうという思いがすぐに湧いてきますよね。数年前から SDGs のあのレインボーカラーのバッジをスーツにつけている会社関係の人を見かけますが、実質的には反社会的勢力の片棒を担いでいるということの認知が広がってくれればと切に願います。ただ企業として SDGs への取り組みをアピールすることで融資枠が得られるという目先のメリットでやっている人が多いのが現実です。しかしろくでもない輩たちのこうした悪巧みの計画がなかなか進まないでいるのは、
世界中でこのようなイカサマに気がついた人たちが増えただけでなく、その計画を阻止するような運動が始まっているからだと思います。いつも言っている通り、ろくでもない輩たちは圧倒的少数派ですから、彼らは一般庶民である社員にその業務を指示しているわけで、そこで密かに混乱するようなことを仕掛けているのかもしれません。特にプログラムを書いている人は、こんなことをプログラムしたら大変なことになるとバックドアを仕込んでおくとか、悪巧みが成立しないようにわざとプログラムを変更しておくとかしている可能性はあります。まるで SF 映画に出てくる正統派の科学者のようですが、実際は SF 映画以上のことが起きているわけですから、そのような表には出てこない方々のおかげでろくでもない輩たちは追い込まれてきているのかもしれません。強制労働や誘拐など悲しい事件が減ることを祈りつつ動画を終えたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。